みつきです。本日は2026年7月12日日曜日です。今回は夏休み直前日曜日、朝一の USJ 混雑状況をお伝えしていこうと思います。長いですね。最近ね、変わったこともねありますので、そのことについても少しお伝えしようと思います。これからも朝の情報をメインでお伝えしていこうと思いますので、ハイプ、いいね、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは日曜日の8時前の保安検査場の状況を見ていきましょう。もうすでにロープが張られてて、ゲートにはね並べないようになってますね、この時間で。こんな感じなので、いつものようにもう一つの列に行きます。ここ少し変わってますね。効果あるんですかねこれ。で、本日もこの辺りで検査開始を待ちたいと思います。本日の公式開園時間は9時からでした。で、7時55分保安検査が始まるので移動が始まりました。で、検査開始はおおむねパークオープン45分前だったんですけど、本日は60分前に開始でした。日曜日とか夏休みになると変わってきますかね。できるだけ入場ゲートに近いところで並んでます。検査開始して15分でクリアしてきました。これもちろん早送りですよ、映像は。で、近い方は混んでいるので、いつものように入場ゲートの左側へ向かってます。スタジオギフトイーストの手前まで行っちゃいましょうね、この時間の時は。この辺りで待ってます。8時に検査開始だったので、期待して8時45分にオープンするかなと思ってたんですけど、結局9時でした。で、9時4分ぐらいに入ってきましたね。それでは朝一のアトラクションの状況を見ていきたいと思います。もうコナンはやってないですね。ほとんどの方がスーパーニンテンドーワールドに向かってると思います。で、オープンして4分経ってるので、もう猛ダッシュって方はいないですね。もう5分ぐらいになってますね。で、最初はいつも通り呪術廻戦から見ていきましょう。日曜日なのでね、少し早いかなと思ったんですけど、前回と一緒でやっぱ10時からですね。最初やっぱ遅いんですね、日曜日でも。夏休みも変わんないんですかね。で、ビバヒルのクルーの方に手を振って、いつものように次はスペファンの状況を見に行きたいと思います。で、ここね、シートが上に伸びてますね。また工事箇所が増えてます。多いですね、工事してるところね。それではスペファンを見たいと思います。ちょっと口が回ってなくてすいません。で、ここ待ち時間遅いのかなと思ったらね、こんな感じです。どっちも15分でした。で、ちょっと表示が分かりにくいので、先ほどのね、テロップみたいなの流してるんですけど、変わってきてますね。以前はパークオープンしてもね、しばらくは稼働してなかったんですけどね、スペファンで。相変わらずスーパーニンテンドーワールド方面に向かう方が多いですね。で、ハリドリ系見ましょう。ちょっと見えにくいのでこんな感じで、通常35分、シングル20分、バックドロップ60分でした。早いですね、ハリドリ。あっという間に待ち時間が長くなりましたね。で、ここは10時からです。で、ワンダーランド見に行きましょう。ここはいつも通り多分遅いと思います。最初はフライングエースから見ていきたいと思います。やっぱりね、誰もいないですね。おはようございます。ありがとうございます。私しかいなかったですね、このショップの中。当たり前ですか。もうほとんど皆さんスーパーニンテンドーワールドですもんね。で、フライングエースいつも通り稼働遅いです。9時半からでした。ご家族がお一組いらっしゃいましたね。で、フライングスヌーピーも9時半からです。ここはどなたもいらっしゃいませんでした。で、カップケーキドリームこの後映しますけど、ここね一組いらっしゃるんですけど、
カップケーキドリームというよりはセサミのエリア空いてないのっていう形で聞かれてました。未だにねいらっしゃるんですね。セサミ、皆さん気をつけてくださいね。セサミのエリアはあんな感じでもうクローズされております。もう工事も始まってましたよ。それでは次はハリーポッターエリアに行きましょう。来ました。ここも工事してるんですよね、まだ相変わらずね。おはようございます。それではジャーニーの待ち時間から見ていきたいと思います。本日はね9時から稼働していたようです。30分表示ですね。で次はヒッポグリフ見たいと思います。最初ね15分だったんですよ。で長くなるのかなと思ったら10分になりました。待ち時間が。それではハリーポッターエリアは後にしたいと思います。次はジョーズの状況を見ていきたいと思います。ここはそんなにね朝から大混雑っていう感じではないんですよね。いつもね9時24分に到着してます。この時の待ち時間は5分です。でいつものようにねパークオープンしてから15分後に1番ボート出発だったようです。いつもと一緒でしたねここは。で先にね今日はスーパーニンテンドーワールド見たいと思います。9時半ぐらいに到着しております。パークオープンして30分経つともう大混雑がないですね。ここがみんな歩けないみたいのがなくてゆっくりした感じになってますね。ただ土管を抜けてきてマリオ見てみたら80分になっております。それではシングルのね状況見たいと思います。キーチャレンジはまだまだねこの時間は少ない感じです。やっぱりドンキ一択でしょうね。でマリオカート通常80分シングル45分です。でヨッシーアドベンチャー25分ですね。まだここは全然許容範囲ですね。でヨッシーのグリーティングがもう始まっております。それでは一番人気ドンキ見に行ってみましょう。もう200分超えてるでしょうね。でクレイジートロッコ来ました。最後尾はここです。220分。熱中症対策で日傘してらっしゃる方多いのでちょっと表示が見えにくいんですけど、通常220シングル150でしたね。気持ちよさそうですね。それではスーパーニンテンドーワールドは後にしたいと思います。他のエリアの状況を見ていきますよ。次は隣のジュラシックパークへ。いつもはね先にジュラシックパークとミニオンパーク行っちゃうんですけど、今回は先にスーパーニンテンドーワールド行きました。それでは最初はジュラシックパークザライドの状況を見たいと思います。これね白いキャノンが撤去されてるんですよね。いきなり変更されてますね。実はね9日の日にね乗りたくて来たんですよ。動画には載せてないんですけど、その時にもういきなりね休止だったんですよね。なんかね嫌な予感したんですよ。そうしたら結局こんな感じになってました。後でね乗りに行きます。この時間は通常10分シングルなしですね。で次は隣のフラダイへ。ここは通常30分シングル15分ですね。でこの後サンフランシスコエリアを少し見てからミニオンパークを見たいと思います。コナンの後これになってましたね。来ました。まずははちゃめちゃミッション。待ち時間30分です。ちょっとね見にくくてすいませんね時間が。で次はいつものようにアイスを見たいと思います。5分でした。ちょっと分かりにくいんですけど。ではちゃめちゃライドが20分で、アイスのクルーの方とこちらも聞いたんですけど9時からやってたみたいです。
で本日体験したアトラクションへ、先ほど言いましたね、ジュラシック・パーク・ザ・ライド、どれだけ変わったのかちょっと行ってきたいと思います。キャノンがないのでちょっと残念ですね。でこの時間はね、通常20分、シングル5分だったので、シングルでね行ってきました。ただ実際はですね、ここでねかなり待たされましたね。5分はちょっと無理でした。10分ぐらい待てたんじゃないでしょうか。で一番先頭になりましたよ。それでは行ってきます。こんな感じでやっぱ横から出ないんですよね。残念。いつになったら出るんでしょう。夏休みもうやらないのかなどうなんでしょうね。ウォーターカーテンはねあって、途中はやっぱり濡れましたね。ただこのキャノン楽しみだったんですけど、残念ですね。かなりねびしょ濡れになりました。で続けて濡れに来ましたよ。クールスプラッシュタイム11時からの分見に来ました。放水は変わらないですね。去年みたいにこう本当にすごい放水機でっていうのはないですね。ステージ上とこの柱の横、ここだけです。それでは本日ちょっとね変わってた分、保安検査が開園1時間前からやってましたね、今日は。でオープンと同時に稼働するアトラクションが増えております。本日夏休み直前の日曜日だったんですけど、少し変わってきましたかね。で夏休みもしかしたら変わるかもしれないです。で本日はここまでです。ご視聴どうもありがとうございました。